世界を旅して14年、かけがえのない経験、出会い、冒険、学び、感動を与えてくれた旅。しかし、気づけば本来の自分がいる現実世界とは違う仮想世界に自分がいた。自分とは一体何者なのか。世界とは、旅とは、出会いと別れ、光と闇、格差、絶望、孤独、憎しみ、ネット社会。そして僕はそんな仮想世界から距離を置くことに。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。皆さんお久しぶりでございます。最後にですね、動画を投稿したのが6月28日実行で、約2ヶ月。まず最初に皆さん、本当にご心配かけて申し訳ないです。現在はですね、日本に帰国しておりまして、無事に旅を続けております。インスタグラムやね、コミュニティでは、無事という報告をね、したんですが、YouTube でこのような形でね、報告できなかったこと、本当に申し訳なく思ってます。今回はですね、2ヶ月、どんな状況だったのかと、これからのね、活動についてお話しできればなと思ってます。まず今回ね、YouTube で2ヶ月投稿できなかった理由はですね、ネット社会、特にソーシャルメディア、インスタグラム、YouTube から身を引いてたっていう感じで、初めはですね、パソコンも、スマホも開かない生活を送ってました。その理由がですね、いくつかあって、順にね、話していければなと思うんですけど、一つ目にですね、自分自身を見失ってしまった。僕はね、YouTube 活動を始めてから、約6年が経つんですけど、特にね、パンデミックの後は一人でね、約3年弱世界を回って、素晴らしい出会いと経験、学びを与えてくれ、僕の人生の中ではもう一生忘れることができない、ほんま大切な宝物。そしてね、その経験を日本の皆さんに、YouTube を通してシェアできたことをほんまにね、嬉しく思うし、夢のような生活でした。視聴者さん、YouTube があるからこそできた経験はほんまかけがえのないもので、本当に感謝しかないです。一方でね、旅をしながらの YouTube 活動、やっぱり自分の時間を 100% YouTube へと注がないと実現できない活動、1週間に1回新しい場所への移動、毎週新しい宿泊先、環境、食べ物、しきたり、人との出会いと別れ、それに加えて動画作り、ほんまありがたい夢に描いてた生活なんですけど、3年続くと、夢に描いてた時には見えなかった生活もね、同時に見えてきたなっていう感じで、あまりにですね、短期間で環境が変わりすぎることによる、不規則な生活習慣、なかなかね、運動も健康的な食事も毎週のように場所が変わると厳しい。プラスね、気候の違い、時にはね、今週、気温40度から来週マイナスの世界とかね、もあったりして、肉体的、精神的な疲労と体調悪化、そしてね、孤独ももちろん大きい。一見ね、こうやって旅してたら、毎日新しい出会いがあって、孤独なんかないんじゃないかなと思う人がね、たくさんいると思うんですけど、もちろんね、新しい人との出会いは毎日ある。でも、同時にですね、別れも毎日あるっていう感じで、毎回新しい人と出会って、会話が弾んで、するんですけど、なかなかですね、浅い会話しかできずに、深く、やっぱり時間かけないとできない会話とかもあるじゃないですか。そういうのがやっぱりね、こうやって旅してると難しいなっていう感じで、毎回ですね、いい関係性築けて友達とかね、これからもっといい話とかね、入っていけるんじゃないかなと思う時には、また明日出国やからバイバイ。いや、もっと話したかったなみたいな、そういうのの、繰り返し。それがずっと3年続いてたっていう感じですかね。3年ずっと旅してて、やっぱり何千人という新しい人と出会ったと思うんですけど、もっとしかわからないですけど、数えきれないほど。でも、そのね、一人の人との時間っていうのはやっぱり1週間もないですもんね。もう最長で1週間。それ以外はもうみんな1日出会って、はい、また別れ、はい、2日出会って、はい、別れみたいな感じだったんで、やっぱり、時間をかけてお互いのことを分かり合って話せることとかもあるじゃないですか。なんかすごいこう、新しい人とは毎回出会ってて、すごいね、自分の人生にとってはいいことなんですけど、同時に、孤独も覚えたなっていう感じですね。そしてね、さっき自分の時間を 100% YouTube 活動に注がないと実現できないとね、話したんですけど、僕の生活の基盤はですね、すべてこの YouTube 活動で回ってる。趣味みたいなもんで、仕事みたいな感覚。
そんな感覚で、3年ほどほぼ休みないまま走り続けたんで、正直休みってのも僕の中では趣味みたいな感覚だったんでいらなかったし、何よりね、この YouTube 活動があるから得られる学び、新しい学びっていうのがほんまに楽しすぎた。でも同時に自分にとって最高に幸せな学びある YouTube に 100% 注ぎ込んだ旅ライフ3年続けると、なんか自分自身がわからんなった。僕って誰なんだろうみたいな。Who am I? みたいな。旅のね、YouTube 活動っていうのは、皆さんがですね、見てる撮影の時間っていうのは、もうほんま全体の作業の少しの部分で、そんな中ですね、撮影以外では、目の前の世界っていうより、ネットの世界の自分、なんか場所はですね、その場にいるんですけど、頭だけがネットの世界にいる感じ。なんか本当の、目の前で起こっていることを楽しめないというか、なんか味わえなくなった。それが積もりに積もり、たどり着いた先が、僕って誰なんだろう。YouTube 活動以外の自分って誰なんだろう Who am I? みたいな感じに陥ってしまって、それがですね、今回活動をですね、ストップしてしまった理由の一つですかね。そしてね、次に、YouTube 活動、ネット社会から、距離を置いた理由の一つにですね、自分自身の恐ろしさをすごく感じたからです。今まで海外に初めて行って14年ぐらい経つんですけど、数えきれないね、ほどの国回って、数えきれないほどの違う世界を見てきた。で、いつもね、考えさせられるのが、この世の全てに存在する切り離すことのできない2つの世界。光がある世界の裏側に必ずある闇の世界。誰かを守りたいという愛ある者の気持ちが誰かを犠牲にし、傷つけ、争い、憎しみが生まれる。そしてね、その光が強ければ強いほど闇も比例してついてくる。幸せを求める人がいる限り、同時に不幸せな人も現れる。それがね、国単位でも見られ、自国を守りたいと思う気持ちが他国を犠牲にする。そんなね、光と闇に大きく分かれた2つの世界に僕たちはね、住んでるんだと旅をしてていつも感じるんですけど、しかし果たして、この2つに分かれた左と右の世界、どちらが正解なんていうものは存在するのか。全く違う社会、人々のマインド、幸福に対するね、価値観などが違う中、一方は光を闇と捉え、また一方は闇を光と捉える。そんなことばっかりね、一人で旅してたら考えてるんですけど、そんな中、旅してるとですね、よく頭の中に浮かんでくるのが昔読んでた漫画のセリフ。人は己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で読んで。しかし、知識や認識とは曖昧なもので、その現実は幻かもしれない。人は皆、思い込みの中で生きている。アフガニスタンやキューバ、中国、南米、いや全世界、実際にですね、足を運んで世界を見て経験してたどり着くのがいつもこの言葉なんですよね。実際にね、訪れる前にある知識や認識に頼り、自分が思い込んでいた各国の現実と、実際に足を運び、自分の目で見た現実との違い、いかに自分は知識や認識に縛られ生きているのか、そして誰かがね、正しいと判断した情報はいかに一方的で脆いものなのか、46億年前に誕生したと言われている地球、科学的にね、証明された情報も地球誕生からの歴史規模で考えると 100% 正しいと言い切れるのか。しかし同時にね、その認識や知識に頼り縛られ思い込みの中で生きることによって得られる安心であったり団結であったり平和もまた捨てることができない大切なもの。それらのことをね、14年間実際に世界で生で見てきてすごく感じるので、皆さんにはいつも僕が見た現実はあくまで一旅人が見た現実。この現実は曖昧なもので、もしかしたら幻かもしれない。僕と同じ時間、タイミングで同じ経験をした僕の隣にいる人は、僕と全く違う感情、受け取り方をするかもしれない。自分にとっては正しいと思い込んだり感じたりすることも、隣の人は正しくないと感じたり、思い込んだりするかもしれない。人それぞれにね、心、感情みたいなもんがある以上、答えは一つではなくいろんな答えが存在する。そして正しい答えは一つなんてのは本当に存在するのかと考えてしまう。
そんなね、誰かの思想や感情、正義がたくさん含まれた情報がネット上には多く存在し、その一部が僕の YouTube。そんな中、僕は今回ウイグルの動画を公開しました。この動画はね、事前に僕の頭の中にあった知識や認識をベースに、善悪なく、実際のありのままにウイグルで感じた経験、見た世界を動画にしました。詳しくはね、ウイグルの動画最後まで見てほしいんですけど、一人の旅人が実際にその場へ訪れて見た景色、経験をベースにね、動画を作ったんですが、実際動画が公開されて、コメントを読むとですね、実際に僕がシェアした経験とは、ちょっと違った感じになっていたり、大きく膨れ上がってた内容になっていた。誰もがですね、持つ知識や認識をベースに、僕の動画を見てくれた結果だと思うんですけど、結果的にですね、僕の動画によって大きな二つの道へと人々を分断させ、憎しみ、対立を生んでしまった。その時に初めて今まで視聴してくれている視聴者の数、多さ、チャンネルの規模、影響力、嬉しい反面、それ以上にすごい恐怖を感じた。僕はもしかしたら人々に幸せを与えられるかもしれないが、同時に憎しみを生む種を植え付けてしまう。言い換えれば、僕は恐ろしい兵器になってしまうのではないかと。そんな感じで人々が持つね、憎しみあふれるコメントが頭の中に入り込んでね、抜け出せなくなってしまった。結果ですね、自分は一体何がしたいのか、自分は一体何者なのかをね、見失ってしまった。これまでね、話してきたバーンアウトと、自分という人間の恐ろしさ、恐怖、疲労、孤独などがね、絶妙なタイミングで重なり合った結果、コメントを読むこと、SNS を見ることができなくなり、ネット社会、パソコン、スマホを開くことさえ遠のけてしまった。そしてこの約2ヶ月間、一瞬一瞬目の前で起きていることを 100% 感じながら、自分ってどういう人なんだろう、どんな道をたどって現在にたどり着いたのか。特にここ3年間の膨大な量の旅の経験を、ゆっくり整理してより深く鮮明に見つめ直した。そしてね、動画の最初でお話しした通り、僕の中での旅の経験、記憶は僕の宝物。その宝物をタトゥーとしてこの2ヶ月間で左腕に刻みました。僕の中ではですね、一個一個が当時の世界へとタイムスリップさせてくれる大切な記憶。そして現在、勝手ながら約2ヶ月間お休みさせていただき、自己治癒し、新たなマインド、新たな自分で再び世界をね、旅しようと考えております。やっぱり僕は旅が大好きなんです。未知の世界を知り、学ぶことが大好きなんです。地球が大好きなんです。バッパー翔太である自分が大好きなんです。最後にね、本当にたくさんの人に心配かけてしまい申し訳ありませんでした。バッパー翔太復活しました。こうやってね、大好きな旅を継続できているのは本当に視聴者の皆さん、応援してくれる人、サポートしてくれる人がいるからです。感謝の言葉しかないです。ありがとうございます。ってな感じで、今回ですね、2ヶ月どんな心境だったのかっていうのをね、動画にしてみました。動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、次はまた違う世界で。アディオス。